黒猫と沙織が霧野との約束をドタキャンしてから数日、俺は日を改めて二人と会う約束を取り付けた。どうも乗り気じゃなかったようなのが気になるが、モデルの仕事で霧野はいないと伝えると了承してくれた。んで、話をするために顔を合わせたわけだが、二人ともちっとも喋りやがらねえ。いつもなら、沙織が真っ先に場を仕切るのに、今日に限ってはそれもなしだ。こうなりゃ、自分で仕切るしかねえな。よし、黙ってても拉致が開かないから、単刀直入に聞くぞ。何をでござるか？お前ら、霧野と何があった？二人は無言のまま何も答えない。黒猫なんか俺を見ようともしない。こんなもん何かあったって言ってるようなもんじゃねえか。それより京介氏、今度出る新作の。その話は後にしよそうでござるか。なあ、何があった？教えてくれ。それは言えないことが。あいつが何かしたとか。なぜそう思うのかしら。あいつがトラブルを起こさないことの方が少ないからだ。特に黒猫と一緒の時はな。的確な判断ね、兄さん。さすがキリリン氏の兄でござるな。今はそういう話をしてる時じゃないんだ。本当に何があった？あいつが何かしたなら謝らせないと。これからも仲良くなんて。違うわ。え？違うわと言ったのよ。黒猫氏。これ以上黙っていても面倒になるだけ。それなら話してしまった方がいいでしょう。そうでござるな。顔を見合わせると二人は困ったような表情をした。だがやっと話してくれる気になったらしい。あの女には何もされていないわ。え？けれど一緒にいるわけにはいかない。どういうことなんだ？全然意味がわからない。キリリン氏には本当に何もされておりませんし、何かあったというわけでもないのでござるよ。じゃあお前らはなんで？私たちと一緒にいるとあの女の身が危険にさらされてしまうのよ。そういうことでござる。何のことだ？私の真の力を知った者の介入か、それとももっと別の目的か。黒猫氏、それでは説明になっておりませぬぞ。そうだったわね。わかりやすく説明してあげないと。京介氏、これを見てください。なんだ？そう言いながら沙織は自分の携帯を取り出した。それを操作してから俺に差し出す。画面を見ろってことらしい。素直にその画面を見ると、そこには一通のメールが表示されていた。これを読めばいいのか？はい。ちなみに差出人は不明。黒猫氏の携帯にも同じものが届いております。これは。お前が高坂霧野と関われば、高坂霧野は不幸になる。彼女が大事なら、これ以上高坂霧野と関わるな。なんだよ、これ。脅迫状でござる。どこで私たちのメルアドを知ったのかは知らないけれど、悪質なことこの上ないわね。お前たち、それでこの前の約束を。事情も説明せず、約束を破ったことは謝罪いたす。だが、このようなメールが来ては会うわけにはいかぬと思い。そうだよな。事情も説明できないし。
本当に申し訳ござらん。頭を下げる沙織の隣で黒猫は腕を組んでふんぞり返る。いつもと変わらない様子だが、その表情はどこかいつもと違うようにも見えた。別にあの女が不幸になろうと知ったことではないわ。でももし本当に不幸になられたら気分のいいものではないでしょう。心配してくれて悪いな。私があの女の心配などするはずないでしょ。分かったよ。ありがとうな。礼を言われる意味がわからないわ。怒ったような黒猫だが、霧野を心配してくれてることには間違いないと思う。そうでなきゃここまで話していないだろうしな。それにしてもどういうことなんだこれ。拙者たちにもさっぱりわからんのでござる。メルアドがどこから漏れたかもわからないしね。差出人って本当にわからないのか？わかりませぬ。サブアドレスを使われているので、このアドレスから追求することも難しいのです。厄介なことになったものよね。まったくでござる。なんなんだこれ。どういうことなんだ？霧野の身に何が起こっているんだ？もしかしたらストーカーとか？ともかくこういう状況でござるから、こちらからキリリン氏に連絡するわけにもいかず。まあ別にあの女に連絡することなんてないけれど。すまないな、二人とも。いえ、こちらは動きさえしなければ問題ござらん。それよりも気にかけるべきはあなたの妹の方でしょう。そうだな。キリリン氏のことよろしく頼みます。しばらく会えないのは寂しいですが。別にいいじゃない、あの女に会えないくらい。全部解決したらみんなでまた会おうぜ。そうでござるな。あの女が会いたいというのならね。ああ、わかった。二人に心配をかけないためにも、うちでのことは俺が何とかしないといけない。そのためにはやっぱり原因を探すしかないか。気が進まないけど、まずは霧野に聞いてみないとな。おい、霧野。何？ちょっと話がある。あ、そう。入れば？ああ。入れと言われたので素直に部屋に入り、いつもの猫座布団にケツを乗せて座る。それを見た霧野は腕組みをしながら深く息を吐いた。で、何なの？黒猫と沙織に会ってきた。だから何？この前のことちゃんと聞いてきたんだよ。別にどうでもいいじゃない、あいつら。本当にそう思ってんのか？あんたにも。関係なくねえ。いいか、ちゃんと聞け。この前なんで約束の場所に来なかったか聞いたんだ。なんでだったの？二人に脅迫めいたメールが届いてたからだ。え？高坂霧野に関わると高坂霧野が不幸になるってな。何それ？あいつらはお前のこと大事な友達だと思ってる。だから会いに行けなかった。連絡もできなかった。だからこの前二人とも？そうだ。何も理由なくお前をほったらかしにしたんじゃないんだ。沙織も黒猫も申し訳なかったって言ってた。黒猫は直接は言ってないが、まあこの場合はそういうことにしておこう。何か心当たりはないのか？そんなメールが送られる原因が。そんなの私知らない。だってそんなの私が知りたいくらいだもん。
何かあったのか？同じようなメール私にも来てる。なんだって？霧野は無言で携帯電話を手にし、それを俺に差し出した。ガッチンガチにデコレートされた携帯の画面に目をやる。そこには沙織に見せられたメールによく似た文章が書かれていた。お前が友人と関われば友人が不幸になる。友人が大事ならこれ以上関わるな。差出人はやっぱ不明か？うん。黒いのと沙織に届いたのもそうなの？ああ、文章もそっくりだ。何なのよ一体。悪質ないたずらにしては度が過ぎてるよな。いたずらじゃないかもしれない。なんで？何度メールアド変えても1時間に1通は同じメールが届くの。は？なんかもう意味わかんない。変えても変えてもメール来るし。しかもメール変えて何日か経ってとかじゃなくて何時間かしたら来るし。おいおい、なんだよそれ。意味わかんない。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの？そりゃこんな状況意味がわからない。こんなもんどうしてやればいいんだよ。メールのことを教えてもらった後も霧野への脅迫メールは止まらなかった。メールアドを変えてもダメ、サブアドレスを使ってもダメ。なんでメールアドがバレるかは全くわからない。ただ執拗に脅迫メールは出し続けられていた。もうやだ。何これ。何なの？あまりにもしつこく続く脅迫メールに霧野の精神はヤバくなり始めていた。おまけに日に日にやつれてきているのは俺が見ても明らかだった。それにいつも近くに置いていた携帯にも今は近づきたくないようだ。またメールかよ。やだ。携帯鳴るの怖い。見るぞ、いいか？鳴り続ける霧野の携帯を手に取り画面を確認する。表示されているのはメール着信ありの文字。その表示を見て自然と眉間にシワが寄る。さっきアドレス変えたばっかだよな。やだ。何？ねえこれ何これ。落ち着け、消しといてやるから。さっき変えたばっかりだもん。私友達にしか教えてない。なんで？落ち着け、大丈夫だから。なんで落ち着けるの？落ち着けない。意味わかんない。何これ。何なの？メールアド変えなくちゃ。また知られた。早く変えなくちゃ。おい霧野、今度こそ知られないようにしなくちゃ。長くてややこしくて分かりにくいやつ。はあ、数字とアルファベットと記号。もっと長くてもっと。メールが鳴るたびにこの調子だ。新しい脅迫メールが届くたびにアドレスを変えてすぐに友達に連絡して。でも同じことの繰り返し。何も解決していない。これで次は絶対。霧野、大丈夫か？でも次も来たらどうしよう。来るわけない。来ないから今度は絶対。あのメールのせいで霧野は最近友達に会っていない。友達も同じ目に合わせたらという恐怖があるからだ。誰も頼れない状態で塞ぎ込むだけ。俺の話だってほとんど耳に入っていない。大丈夫だって。誰か来たみたいだな。あんた出なさい。分かってるって。玄関の扉を開けた俺は驚いた。なぜなら綾瀬が来ていたからだ。
お邪魔します、お兄さん。綾瀬。義理のいますか？いるけど、なんで？最近ずっとメルアド変えたっていうメールが義理のから届いていたから心配で。ああ、そうだな。帰るたびに友達には連絡してたみたいだから。あまり頻繁だから心配になったんです。それにさっきもメール来てましたし。ああ。義理のいるんですよね？入りますよ。わかった。リビングにいるよ。はい、失礼します。先に入った綾瀬を追ってリビングに来ると、霧野が怯えたような表情をして綾瀬を見ていた。なんで綾瀬がここに？だって義理のが心配だから。毎日メルアド変えたってメールが来るし。ダメ、綾瀬来ちゃダメ。義理の、私と関わっちゃダメ。どうしてそんなこと言うの？だって私と関わると不幸になるよ。私のせいで綾瀬が不幸になるなんて。誰がそんなこと言ってるの？義理のと関わって不幸になるなんてありえない。だって毎日メルアド変えても。それで毎日あんなメールを。だからダメなの。早瀬帰って。もう来ちゃダメ。義理の、安心して。綾瀬。怯える霧野に綾瀬は近づき、その体を優しく抱きしめた。混乱していた様子の霧野は一瞬だけ落ち着く。だがそれも本当に一瞬だった。ダメ綾瀬、絶対ダメ。大丈夫よ、義理の。だがそんな霧野をなだめるように綾瀬は抱きしめるのをやめず背中を撫でていた。綾瀬、なんで？私は何があっても義理のを裏切らない。ずっと義理のを守ってあげる。綾瀬。だから落ち着いて。心配しないで。綾瀬。誰にも頼れなくて不安だったんだよね。ごめんね。もっと早くに来てあげればよかった。もう大丈夫。私がいるよ。私は義理のが大好きだから。私怖かった。ずっと怖かったよ。綾瀬に抱きしめられながら霧野が泣き出した。ボロボロと大粒の涙を流して綾瀬にしっかりと抱きついて離れないようにしながら、こんな霧野の姿を見たのは初めてだった。こいつはこんなにも弱っていたのかと初めて気づいた。何があっても一緒だよ。他の友達の分まで私が一緒にいる。泣き崩れる霧野の頭を綾瀬は優しく撫でていた。その表情は穏やかで優しく、まるで聖母のようだ。穏やかな綾瀬の表情を見つめている時、ふと気づいた。霧野のストーカーだと思われ脅迫メールを送っている人物は、霧野が何度メルアドを変えてもメールができた。しかも霧野の表の友達だけでなく裏の友達、
黒猫と沙織のアドレスまで知っていた。なぜそれを知っている？考えられる理由は一つ。霧野の携帯を見たからだ。じゃあ、霧野の携帯を見ることができた人物は誰だ？大丈夫よ、霧野。確か、少し前に霧野は、綾瀬とお揃いのデコ携帯にすると言っていた。この前から霧野の携帯は派手にデコられていて、鬱陶しいくらいにビカビカしている。それは、携帯を綾瀬に預けて、お揃いのデコ携帯にしてもらったからだろう。まさか。ちらりと綾瀬に視線を向けると、霧野を抱きしめながら優しく背中を撫でていた。それを見つめていると、背中に嫌な汗が流れる。いや、まさか。でも、それしか。考えたくはないが、可能性が一番高いのは、やめよう。考えすぎだ。可能性が高いだけで証拠は何もない。こんなに霧野を心配しているんだから、そんなはずはない。そう思っているのに、綾瀬が見せたあの表情が、頭の中からいつまでも消えなかった。
この物語はフィクションです。登場する人物、団体、その他名称とは一切関係ありませんから。私、信じてたのに。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。ポータブルが続くわけがない。